サイエンススターズ。チャオシローです。企画撮影伊勢村守。編集小林弘和。電子ピアノ演奏小林京子。茶は約4700年前に中国の雲南省のあたりで生まれた。中国や日本では茶と呼ばれるよ。それがヨーロッパに伝わり、ティーあるいはテと呼ばれるようになったんだ。今回は茶をシローが登場。これは茶をシローという意味。僕の名前は茶をシロー。お茶は体にいいこともあって昔からずっと飲み継がれてきたわけだけど、自分の名前の通りお茶をもっと知りたいのでちょっと実験をしてみたよ。普通はお茶の葉っぱに熱いお湯を注いで溶け出したものをお茶として飲むよね。これにはカフェイン、テアニンおよびカテキンなどの成分が入っていて、これらは人の体にいい作用を及ぼすことが知られている。しかし残った茶殻は大抵捨ててしまう。ここにはビタミン E など水に溶けない成分も含まれていて、茶葉全部を食べるといいとも言われている。さてこの茶殻でできた顔にブラックライトを当てると、あれ赤くなっちゃった。顔のパーツはすでにおなじみ日々草の鞘だけど、これらの成分について調べてみよう。ちょっと待って、私も入れてよ。私茶の好みっていうの。紅茶の茶殻でできた私の顔は焦げ茶色になっています。元は同じ緑のお茶の葉なんだけれど、発酵の途中で色が変わってみんなが飲む紅茶はその名の通り赤っぽく見える。私の顔にブラックライトを当てると私もシローくんみたいに赤くなっちゃった。なんでだろう。なんでだろう。乾燥させた茶殻にアセトンを加えて溶け出すものを見てみると、緑茶は緑左端、紅茶は茶色左から2番目に見える。これにブラックライトを当てると、ほら緑茶左端、紅茶左から2番目とも赤く光った。だから同じような成分が入っていると考えられる。サイスターズ J ナンバー10、ダンゴムシの団子で使ったペーパークロマトグラフィーで分析してみると、ブラックライトで照らすと赤く蛍光発色している4つ以上の成分があることがわかるけれど、緑茶1番と紅茶2番で少し違うところがあるみたい。ブラックライトで僕やこのビさんの顔が赤くなったのはこれらの成分のせいと考えて良さそう。もっと分離の良い方法だとはっきりするんだけれど、緑茶の場合上から順にフェオフィチン A、フェオフィチン B、クロロフィル A、クロロフィル B に対応しているクロロフィルに関連した物質なんだ。紅茶2番ではクロロフィルが減っている。共に緑の茶葉から作られるのに、紅茶は製造工程でクロロフィルが酸化して普通の光では茶色に見えるフェオフィチンに変化する。合わせてカテキンが重合して茶色のタンニンになる。その結果紅茶は茶色に見えるんだ。これらは日々草の鞘だけれど、アセトン抽出液を作ってみると見た目は薄い緑色左から3番目に見えるけど、ブラックライトで照らすといちごミルクみたいな色左から3番目に見える。ペーパークロマトグラフィーで調べてみるとクロロフィル関連の赤いスポットが見えるけれど、原点に白い蛍光を発するスポットが注目される。3番、これを乾かしてからもう一度別の溶液でクロマトグラフィーを続けてみると、この白い蛍光物質は原点から動いた。3番、この成分がブラックライト下で翡翠色に見える原因と考えられる。すでにおなじみの見た目が緑のゼラニウムとシレネの葉っぱ。これらのアセトン抽出成分、左から4番目がゼラニウム、5番目がシレネだけど、これらはブラックライトで赤くなる。クロマトグラフィーで調べてみたらやっぱりクロロフィル関連の赤い蛍光を発する成分があることが分かった。4番と5番、日々草の鞘にあった白く発光する成分と似たスポットがシレネには少し観察される。5番、日々草の鞘の翡翠色発光に関係する成分を探すため、緑茶および紅茶の茶殻と鞘をアセトン抽出したものと、その後 70% エタノールで抽出した液を調べると、まずはお茶関係から。緑茶の茶殻を用いて、1はアセトン抽出物、2
はエタノール抽出物。次に紅茶の茶殻を用いて、3はアセトン抽出物、4はエタノール抽出物。これにブラックライトを当てるとみんな真っ赤に光った。クロロフィルに関連した成分がアセトン抽出した後でも残っていたようだ。じゃあ日々草の鞘はどうかな。5がアセトン抽出物、6がエタノール抽出物。これにブラックライトを当てるとアセトン抽出物。5番はさっき見たようにいちごミルクに似た色に光った。70% エタノール抽出物。6番は翡翠色に光った。70% エタノールの抽出成分をペーパークロマトグラフィーで調べてみると、日々草の鞘から翡翠色に光る成分右端が見つかった。これは緑茶、紅茶の茶殻、左端と真ん中では見られない。ブラックライトで日々草の鞘が翡翠色に光るのは、この成分が鞘に存在しているからということが分かった。鞘にはクロロフィル関連の成分があるので、確かに見た目は緑に見える。一方、ブラックライトを当てると鞘に含まれている青白い蛍光を発する成分が強く発光するので、クロロフィル関連の成分による赤い蛍光よりも強調されて翡翠色という綺麗な色に見えると考えられる。鞘の青白く発光する成分が何かは気になるけれど、現時点ではわからない。日々草の鞘のように見た目は緑で白い蛍光を発するような植物が他にあるのかな。またサイスターズ J ナンバー7夜の花に出ていた翡翠カズラは見た目が翡翠色。他にこれに似た色の花があるのかな。疑問は多いけれど今日はこの辺で。ではまたね。チャオ。まとめ。1、緑茶は見た目には緑、また紅茶は茶色っぽく見え、それらを入れた後の茶殻もそれぞれに近い色に見える。しかしブラックライトを当てるといずれも赤い蛍光を発する。2、緑茶と紅茶の茶殻のアセトン抽出液にブラックライトを当てると共に赤く発光する。しかしペーパークロマトグラフィーで調べると、紅茶の方ではクロロフィルの一部が茶色のフェオフィチンに変化している。3、紅茶は製造過程でカテキンが重合して茶色が濃くなり、緑茶はこの重合体がほとんど含まれていないため緑に見える。4、日々草の鞘は見た目は緑だけれどブラックライトを当てると翡翠色になる。ペーパークロマトグラフィーではクロロフィルが見つかるので、これにより見た目が緑だ。アセトンに溶けにくく 70% エタノールに溶けやすい成分で、ブラックライトで照らすと青白く光る物質がある。これが赤く光るクロロフィルの発光よりも勝っているためブラックライトで翡翠色に見える。この翡翠色に見える成分が何かは今後の課題。